Meshtabi Season 4. 今回のMeshtabiはガチでまた食べたい北海道ザ昭和食堂最近中盤です。それでは早速Let's get it started 1. Shin Hidaka Asali Hammer 苫小牧からエイルモまで海沿いを走る235号線の大人気ドライブイン。仕事中のお父さんから親子マダムス兵隊さんまで相変わらず大盛況ですね。シーズン2の9月だから2年ぶり。やっぱり磯ラーメンとエビ天丼が人気のようですね。はい、12時前に完全に1回転してましたね。繁盛店です。はい、天丼ビジュアル的には100点満点だね。出てきた時のウハウハ感は最高。すんご、エビ4尾って珍しいんじゃない？エビは奇数が基本でしょ。そういやそうだね。ご祝儀香典は135だけどね、早いリーチはいい数値。また麻雀用語を入れてこないで、わかんないから。もうこれはボリュームすごいけど食堂の天ぷらって感じかな。匠の500円天丼の翌日だったから日も悪かったかもね。ここは磯ラーメンか五目ラーメンがいいね。ねえ、全然五目じゃない。詐欺よ詐欺。詐欺ってことはないでしょう。エビ、イカ、粒、ホタテ、白菜、人参、キクラゲ、ピーマン、ナルト、卵、ほうれん草、ネギ、スープ、麺、レンゲまで。15目の塩ラーメン10個もサバ読んでる。いや、麺レンゲ数えるのはマナー違反しょ。あら、失礼いたしました。これ魚介類の出汁と野菜からの出汁も加わってまい。優しい超あっさり系、鍋っぽい感じの出汁っていうかスープっていうか、ラーメン屋さんでは味わったことのないスープのラーメンだね。うまいね。麺すぐ伸びるから急いで食わにゃだけどね。あ、白菜は最後にしといてくださいよ。序盤に行くとやけどするで。窓を開けっぱなして磯の香りを感じながら磯ラーメンいいっしょ。磯ラーメン、味噌ラーメン、聞き違い問題は未だに決着ついてない様子だったね。味噌ラーメンくださ磯ラーメンですか？い。いやいや、味噌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 ってね、ちょっぴりハッピーな浜のドライブインでした。はい。 2. Niolo Matsubaya Shokdo 風蓮町の老舗食堂、歴史を感じる佇まい。夕日に照らされてなんて素敵なのこれ。ねえ、見てください、この三丁目夕日館。豆腐屋さんのプーハーが聞こえてきそうな情緒あふれるこの感じ、いいですね。堀北真希が軽トラに乗って走っていそう。メニューを見るとたくさん。昭和あるある系のラーメン、そば、うどん、丼、定食、カレー、何でもあります系。実にラーメンは22種類とは驚きだ。面白いメニューがあるんでしょ。あ、そうそう。なんたってカツカレーチャーハンなるメニューが存在する稀に見る食堂なのさ。カツカレーチャーハン？ジャンキーがっつり系メニューなのかと思いきや。食べてびっくり。うまってね。加工ありといえども食らわずんばそのうまきを知らずね。もうちょっと呼んでる関係してもらっていいですか？無理だけど本当に美味しかった。第二夕食だったから2人で1個でもいいですかって聞いたら快くいいですよってね。いや、うまかったですね。カレーは食堂のカレーって感じなんだけど、単純にチャーハンにカレーを乗せたってんじゃなくて、味のバランス調整がなされていて、くどくならないように工夫されてるんだよね。他のメニューにも興味津々ね。コロッケ定食をいただきにこの秋再び伺いたいと思います。コロッケあるんだ。いいね。だろう。 3. Obi Hero Haga Tang 1934年昭和9年創業、老舗中の老舗ね。どこからどう見てもここは天ぷら屋さんなんだけど豚丼が美味しいの。そうさ、どっからどう見てもここは天ぷら屋さんだから最初避けてたんだよね。いや、豚丼は専門店で食べるっしょってね。そうなの。でもね、私たちってほら食べあさり系だからね、全部食べてみたい系なの。そうさ、何年も帯広来ては豚丼いろいろ食べてね、たどり着いた美味しい豚丼ランキング3位がここってわけだ。3位って思うなかれ。我々メシタビーズが食べ歩いた豚丼ではトップクラスで、これは3軒とも僅差なの。
ボクシングなら判定、相撲なら物言い、競馬なら審議中、野球ならこれよこれ。これってジェスチャーは見えないでしょ、視聴者さんには。あれなんていうのこれ。リクエスト制度ね。ああ、それそれ。しかも2位も同系列の豚ハゲさんって、ハゲ店さんの3代目が豚丼に特化した豚丼専門店だからね。そうなの。美味しい豚丼についてはこちらを見てみてみて。正直帯広には交通渋滞になるほどの有名行列店もあるけれども、どこも美味しいよ。美味しいけどね。でもまあ味は好みですから、皆さんも食べ比べてみてみて。ハゲ店さんは料理一品一品に愛を感じるお店ですね。4. Asaikawa Jio-ken. 旭川平和通り買い物公園にある老舗の洋食店。創業40年を超す洋食屋さんですが、こちらは2代目の息子さんがしっかり後を継がれているようです。2016年に孤独のグルメで井の頭五郎が訪れたお店ですね。それ以来すごい行列店になったんですけど、運よく割とすんなり行けてよかったね。はい、私持ってるんです。いやいや、東京のうどん屋で2時間並んでましたよね。普通の人は3時間並ぶの。のれんをくぐると懐かしい昭和レトロ感がたまらない。昭和レトロ好きだよね。はい、旦那も昭和レトロ。あれ、褒められた。褒めちゃいないだろ。昭和レトロのおではカツカレーしか食べたことないんだよね、ここじゃ。私はもちろん五郎さんセット。いや、その五郎じゃない。カニコロッケ2個、ホッケフライ1個のフライが乗ってて、そりゃあ美味しいでしょう。まあそりゃあ美味しいでしょうね。クリコロ史上上位を争う名クリコロね。逆にこれより美味しいクリームコロッケあるんだったら教えてほしいわ。ここはやっぱ洋食っぽい定食がいいね。なんかね、後ろの兄さんが食べてた餃子が美味しいらしいの熱く語ってたわよ。人生ベストの餃子だって。なんか赤ワイン入ってるって。餃子興味湧くでしょ。赤ワイン、餃子に、ワクワクちょっと湧くいの2時ですよ。懐かしい。関西人さん。5. Takikawa Shock Door Takada Ya. 1953年、昭和28年創業、滝川のソウルフードとも言われる高田屋。名物チャップ丼をいただきにと思ったら、どうしてもオムライスが食べたくなっちゃって。ダメだよ、おいちゃんにはカツカレーって義務があるんだから。義務？ああ、おかもちの数が半端ねえっす。そこ？いつも言うけど、こういう家庭の味みたいなカレーがみんなが食べたいカレーだと思うんだよね。世界が美味しいという日本のカレーはこれなんだよ。それはそうね。スパイスを何十種類とか何日煮込んだっての武器はもうたくさん。美味しいのちょうだいってね。でしょ。オムライスだってこれ完全家庭で作っても同じと思うでしょ。でもやっぱ中華鍋と業務用コンロの高温で煽った炒めご飯っていうのは家庭で作るのとは一味違うんだよ。あ、そっか、そういうところが違うんだ。ってことでチャップ丼をいただきにこの秋向かいます。兄貴大変だ。結構しょっぺーらしいっす。なんだって？卵なしではなかなか厳しいって食べる組のやつが言ってやした。かなり飯が進むやつらしいっす。ドーナツ買ってこーっと。じゃんじゃん。6. Hakodate Yachigashira Onsen. 八頭温泉は函館山のふもと、立町岬などの観光名所にほど近いところにあり、函館を代表する温泉の一つです。そうなんだよね。函館は湯の川だけじゃなくってあっちこっちにいい温泉あるんだよね。浴場内は天井が高く開放感があり、地元市民でいつもにぎわっています。五稜郭をかたどった露天風呂なんかもあってね、おつでございます。1953年に開業した函館市営八頭温泉が前身で、2013年に民営化され、函館市民に親しまれていますね。市営だったんだ最初。はい、温泉宿の巨大浴場のような広さだね。洗い場の数数えたら80以上あったよ。サウナなんかなさそうな雰囲気なんだけど、ちゃんとしっかりいいサウナ&水風呂&整いチェアも揃っててね、
めっちゃ整い椅子でじいちゃんたちが寝てる。ばあちゃんも寝てる。なんかのどかでほっこりするよね。ねえ。早朝からやってるのも嬉しい。食事も安くて充実してるしね。あ、天丼690円、天ざる690円だぜ。安っ。で、なんで天ばっか言ってくるの？天基本書。7. Hidaka. Izumi Shokdo. 日高方面へドライブとなると、そば鉄経由かここかって考えちゃう。まあ、太平洋沿いをえりも方面へ向かう235号線の関所みたいなもんだね。関所？避けては通れないところってことさ。名物の極太縮れ麺のお蕎麦。この蕎麦が飯旅史上一番個性的な蕎麦じゃないでしょうか。他に類を見ない極太麺。耳みたいだよね。耳たぶみたいな感じ？耳かどうかは知らんけど、一番似てる麺はあれだね。新潟の甲州飯店だね。ああ、はいはい。燕三条ちゃっちゃ系の総本山甲州飯店の麺ね。確かに似てる。で、いや、それラーメンじゃん。でも似てんね。だろう。タコ飯、タコかき揚げとともにいただくこのそばは確かに避けて通れないかも。 8. Today's Katsu Curry. Setana. Mitsuya Shokdo. 道南の日本海側はなかなかめぼしいグルメがないのよね。そうなんだ。だからなかなか行かないエリアなんだよね。飯旅行くよマップには10年以上前からこのお店マーキングしていたんだけど。そんな前から？あ、基本美味しいと言われてる日本中のカツカレーはマーキングしてるからね。どんだけカツカレー好きなの？でも今回視聴者さんからタレコミいただきましたんでね。このお店はライターの皆さんに人気のようね。はい、次から次へと男たちが集まってきます。そしてこの店はこの手の食堂には珍しく、もう大多数がこういうお店ってほら父さん母さんで営業してんじゃん、ここは父さんの営業なんだよね。やったら男だらけの三つ葉食堂なんです。あら、私こう言ってこれかい？味噌じゃねえわ。エビカレー美味しかったよ。カレーはスパイシーなトロトロルー。でもまあ言うなれば昔ながらの大衆食堂のカレーって感じかしらね。デフォルトが半ケツのカツカレーっていうのが珍しいね。半カツでしょ？半カツ。ああ、そうか。普通のロース1枚のカツが乗ったカツカレーは1枚もののカツカレーとここでは呼ばれています。美味しいですね。だってカツカレーですか。やっぱカレーが人気のお店って男ばっかりね。特にカツカレーが人気のお店は。ねえ、なんでやろ。女子はカツカレーあんま行かないでしょ。そうかな。女子に人気のカツカレーだってあるよ。例えばあれどの店も男だらけのイメージしかわかんでしょ。登別の石川さんとか函館の小池さんのカレーは好きだけどカツはいらないかもって感じかな。あ、思い出やった。出た、エセ鳥取弁。パンニャは女子にも受けそうなカツカレーだね。見た目はちょっとグロいんだけど。東京除外。今回は北海道。厳しい。9. Mikasa. Salashina Shokdo. こちらは1925年創業、北海道三笠市生春別町エリアで最古であり唯一のそば食堂。2020年8月に3代目が営むさらしな食堂さんは店主が高齢ということもあり惜しまれながら閉店したのですが、飲食店がなくなることで町が衰退し元気がなくなると危惧した三笠市が地域おこし協力隊として承継者を募集したのだそうです。するってと、東京で飲食店を経営する男性が長年親しまれた味を引き継ぎ過疎の町に活気を取り戻すのに一役買いたいということで現在4代目のオーナーとして切り盛りされております。これはいいプロジェクトですね。こういう取り組みを行政が窓口になってやってくれていると飲食店側にも町にとってもメリットがあるのではないでしょうか。なんでも引き継ぎを受けた現4代目さんは打ち手が変われば味も変わる伝統を引き継ぐプレッシャーを感じながらお客さんが喜ぶ顔を思い描いて指導を受けましたとおっしゃってましたね。そんな話したの？
ネット記事に書いてた。なんだよ。久々中やん。いやー、久しぶりのさらしなそば、美味しいですね。この佇まい、ぜひ長く保存していきたいですね。ねえ、この界隈にラーメン屋とうどん屋とパン屋とジェラートも誘致したら面白いのに。温泉と。ああ、いいね。キーマリ言っとくわ。誰に？ 10. Shibecha. Asahia Shokdo. しべちゃんにございます。なんとも味のある佇まいじゃございませんか。こちら一応蕎麦屋さんなんですけど、これまたザ昭和食堂。蕎麦もうどんもラーメンもカレーもチャーハンもあるよ系。カツカレーしか食べたことはありませんけれどもね。だってカツカレーを食べるために毎年札幌から363キロ離れたここに来るわけですから。徒歩だと1週間はかかるからね。徒歩では誰も来ません。こちらは視聴者さんのタレコミで教えていただいたのよね、最初は。そうなんです。ありがたいですよね。いきなり北海道ベスト5にランクインカツカレーでございましたからね。本当にありがたいよね。全然ノーマークだったお店がいきなりボーンってね。なかなかないですからね。散々食べ散らかしまくってますから。でもまだまだあんのよ、きっと美味しいお店って。そうだね。なんとこちらのカツカレー、割と蕎麦屋さんっぽい黄色い日本古系のカレーなんですけれど。そうそう、バスセンターのカレーみたいなね。それはマニアしかわからないよ。あら、そう？有名よ、新潟のバスセンターのカレー。興味のある方はこちらをご覧あれ。その蕎麦屋のカレーっぽいカレーにデミグラスソースがかかってるんです。ねえ、びっくり。こんなしべちゃのって言ったら怒られちゃうかもだけど、そんなオシャンティーなアレンジがカツカレーに施されてるなんて。ねえ、びっくりだぜ。しかも絶妙な味加減、見事な調和。そうなの。そして女性でも食べれるくらいのちょうど良い量ってのがいいわね。どうしてもカツカレー推しの店って爆量系が多いじゃない。その辺も女子に好かれない要因ってこと。もっと食べたい人は大盛りにするなり2個頼むなり爆盛りの店に行くなりすりゃいいじゃん。確かに量が多すぎる店があまりにも多いかな。普通の人が残さず食べれる量ってのがいいよね。もったいないもんね。だ。 11. Honbetsu. Wookie Bune. ここもあれですよ。無断前倒し開店の店。開店時間行ったらすでに営業中、満席系だのさ。満席ではなかったからギリセーフだったんだけど、危なかったぜ。大手が入ったとすぐに並びになってた。すごい。本別で行列ってすんごいと思うんですけどねえ。わからない人のために説明しとくと、本別は帯広から約50キロほど北東の町。車で帯広から小1時間、徒歩だと12時間ありゃ着くかな。徒歩ではいかんちゅうの。松山千春さんの故郷足寄とドリカム吉田美和さんの故郷池田町の間の町ね。トンテキが名物というタレコミいただきましたんですが、店に入ると何やらすごいニンニク臭でね。あらま。ニンニク焼きってのが人気で、ニンニク焼きを注文する人の方が多かったんですよね。たまたまなのかもしれないけど、開店直後に9人が来店した時点でニンニク焼き5、トンテキ3、生姜焼き1なわけ。地元ではニンニク優勢、メディアはトンテキ推しだったが、実際は圧倒的に高市早苗優勢といった感じさ。じゃそりゃ。そしてまたニンニクの匂いが食欲をそそのかすんだよ。がしかしここはブレずにってことでトンテキをオーダー。嬉しいじゃないの。超厚切りのロースは2オーダーでブロックからカットされていく。すごい厚み清だ。見た目6キロほどの豚ロースの塊から 1,2 枚 450g が切り分けられていくんだけれども、いや6キロ太るっていうことがどんなに偉大なことかを思い知らされるね。見てください、このトンテキ。厚さ500万くらいありましたね。出た、500万。ロマンと同じくらい。そうだね、ほぼ同じかな。味は違うよ。そりゃそうだ。ポークチャップにこちらはトンテキだからね。共通点は一人で食べきるのは至難の技ってこと。やっぱりきついよね。450g？ 我が家4人家族の焼肉は1回全員で 500g ぐらいの肉量だったからね。それまた少ないの。
そうかい？うん。食べ盛りの時でも 500g で腹パンになったよ。じゃあどのくらい6キロって。ロドリゲスぐらいかな。キャー、マジそんな。いやいや、ロドリゲスっていうのはこれじゃないですよ。なんか撃たれてるイメージが強いな。なぜ？うちのメインで使ってるポータブル電源はエコフローのリバー2プロってやつ。これは重さ自体は 7.8 キロあるんだけど、うん。体積的に肉だとしたら6キロってこれぐらいかなってね。でうちにはリバーほら3種類あるじゃん。ややこしいんでそれぞれに名前が付けてあるんです。一番大きいこれがロドリゲスで、2番目のこれはアキラ、3番目のがマルチネスってね。ロドリゲス、やばい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 。6キロは太らんしょ。6キロはうん。すげえな。一枚一枚この厚み清をフライパンで焼いていく。いやー強烈でした。500万厚のトンテキ美味しかったので、次回は3分の1の厚さで頼んでみようかな。味的にはその方が絶対うまいと思う。おでに500万はきついて。500万使うのは簡単そうなのにね。いやJakaino Meshatabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Obi Hiro Kaiwai e Keda Otafuka Heng Des. Otanoshamini. See you soon. 500万なんてあっという間だよね。店を一軒やろうと思ったら。はい、恐ろしい。前倒し営業の店ってなんで前倒しで営業するかっていうのは分かるんですよね。うん。開店時間にバッと開けると、一気に満席になっちゃうでしょ。はい。で席数分のオーダーを一気にやらなきゃいけないでしょ。それを多分嫌がっての。だからいつオープンしますとは言わずにね、のれんをかけておくと俺もうやってんだと思って客が入ってくる。いいっすかってくぐってくるじゃん。どうぞどうぞっつって一人ずつ料理を作っていけば、なるほどな、ゆっくりスタートを始めれるっていうことだと思うんだよね。まあそうね。最近ほら人手不足でね、そうやってやる店が多いよね。そうだね。あれやってるっていうお店多いよね。俺っつって営業時間何時だっけみたいな。そうそう。おいちゃんが店やってた時にこっそりオープンっていうのをやってたんで、すごくわかるんですよね。ただおいちゃんのこっそりオープンっていうのは新しい店を出す時に誰にも教えず宣伝もせずにやるっていうこっそりオープンね。はい。これ珍しいよねってよく言われたんだけど、なぜかっていうとね、1年に1回ぐらい店出していくから、知り合いたちも大変でしょ。そうね。いちいちオープンしますって言われたら、またお祝い出さなきゃいけないのかって。でそれにお礼返しするのもいちいちめんどくさいし、っていうのもあってね。業界あるあるね。だからやったり取ったりなしの感じでやりたかったんでっていうのもあるし、あと同じような店を何軒も出していくんなら、割とスムーズにいけるんだけど、新しい業態だったりするとみんな慣れてないわけよ、その場所で働くっていうことに。だから円滑にできないんだよね、最初からドッカーンって来られると。だからゆっくりゆっくりちょっとずつのお客様をこなしていって、慣れてきた頃に混んでくるっていう状態が理想的だった。今回の老舗だけども、前回の富良野なんかは若い人たちがチャレンジして大成功してるっていう例をいくつか紹介したけれども、その YouTube にしてもね、若い人が自由を手に入れてってるじゃないか。応援してる目で 見られる人っていうのは豊かだなって思う。自由を手に入れようと思ってみんな一生懸命努力してるわけだ。大変なことですよ。普通に働いた方がよっぽどお金になるからね。そりゃそうだね。みんなね、生活できるレベルにたどり着ける人っていうのは本当一握りなのかもしれないけども、でも夢がある。あとはお店と一緒だよね、それ。ラーメン屋も星の数ほどあるけども10軒に1軒しか儲かってないっていう現実、これもある。それと似てると思うけど、やらないよりマシ。何事も落としどころはやらないでうだうだ考えるよりやっていくだけた方が